こんにちは、ジパング55のタカです。今私はプラハ国際空港に来ています。今回は番外編として、プラハをご紹介します。プラハの概要、乗り物の乗り方、おすすめ観光スポット、レストランの4つに分けてご紹介します。動画が長いので、概要欄の目次からご自身が必要な部分まで飛ばしてご視聴ください。普段このチャンネルはホテル紹介を中心に日本の魅力をご紹介しています。少しでも楽しんでいただけたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは早速紹介していきます。まずはプラハの概要からご説明します。プラハはヨーロッパのほぼ中央に位置するチェコ共和国にあります。日本からの直行便はなく、ヨーロッパの主要空港や中東での乗り換えを行い、16時間から18時間前後かかります。国際空港からチェコ市内まではタクシー、シャトルバス、市営バスなどが出ています。タクシーは670コルナから750コルナです。移動費用としては一番高いですが、早朝や深夜の場合は利用することをお勧めします。シャトルバスはプラハ本駅まで移動してくれるので、わかりやすいです。チケットはインフォメーションなどで購入できますが、ネットの事前購入などはできません。値段は60コルナ、夏場は100コルナほどです。市営バスの場合は、ナンバー119、ナンバー100、ナンバー191、ナンバー910の4つがあり、それぞれ目的地に向かって出ています。後ほどご説明しますが、チェコは乗車時間によって運賃が決まるので、お値段は一番安いかもしれません。注意点としては、バスは23時30分以降終了する場合が多いので、利用する際は注意が必要です。プラハは、中世ヨーロッパにタイムスリップしたような街並みを楽しめます。後ほどご紹介しますが、内陸国のチェコは肉料理がとても有名です。またビールも有名で、国民1人当たりのビール消費量は世界一位だそうです。個人的な感想になってしまいますが、優しい人が多い印象です。困っているとすぐに声をかけてくれますし、バス停や駅まで案内までしてくれました。今まで30カ国ほど訪問しましたが、そんな中でも優しい人が多い気がします。観光客にとってはとても助かりますね。治安も他のヨーロッパ諸国に比べると良いです。どこの国もそうですが、観光名所ではスリに注意は必要です。そんなチェコのプラハはとても観光がしやすい都市です。地下鉄、トラム、バスがあり、チケットはすべて共通で乗り降り自由です。日本では場所によって値段が違いますが、チェコは時間によって値段が違います。24時間券は110コルナ、72時間券は310コルナです。券売機やアプリでチケットを購入します。24時間券以上の券以外は、スーツケースなどの大きな荷物は追加料金が16コルナかかるので注意が必要です。郊外に行く場合やプラハ城のケーブルカーも別料金がかかるので注意が必要です。購入した券はこちらで時間を刻印します。チケットの券売機はこちらになります。好きな言語を選択し、乗車する時間に応じてチケットを購入します。観光で数日滞在するのであれば、24時間券や72時間券を購入することをお勧めします。24時間券以上は一度刻印すれば、都度刻印する必要はありません。自動改札ではなく、抜き打ちで検査員が駅でチェックしています。そのタイミングで提示できないと罰金になるので、注意が必要です。地下鉄は比較的綺麗で、そんなに治安が悪い印象も受けませんでした。路線も少ないので、わかりやすいです。降車や乗車の際は、ボタンを押さないとドアが開かない時があるので、注意が必要です。また紙チケットでなくても、アプリで購入することもできます。私はアプリで購入したので、とても便利でした。
事前に購入できますし、開始時間も指定できるのでおすすめです。券売機によってはクレジットカードが利用できない場所もあるので、その点アプリは便利です。また券をなくす心配もないので安心ですね。概要欄にアプリの情報も記載しておきます。市内を走るトラム内も見てみたいと思います。バスやトラムにも同様の刻印機がありました。バスでチケットは買えないので、バス停で購入する必要があります。バスによっては、クレジットカードのタッチ決済で乗車できます。チケットを持っていない方は、利用すると便利です。特にトラムは観光名所に接続しているので、利用機会が多いと思います。混雑時にはスリがいる場合もありますが、注意していれば、そんなに気にならないと思います。トラムに乗って、プラハの街並みも楽しんでみてください。続いてプラハのおすすめ観光スポットをご紹介します。見どころが多いので、数を絞ってご紹介したいと思います。プラハは観光名所だけで言うと、2日あれば十分かなと思いました。博物館を詳しく見たい場合や、郊外にまで足を伸ばしたい場合は3日から4日滞在してもいいかもしれません。まずはプラハの代表的な観光名所、カレル橋をご紹介します。モルダウ川に架かる石橋です。神聖ローマ帝国の皇帝カレル4世が建設を命じました。1350年頃に着工し、50年に及ぶ建設期間を経て、1402年に完成しました。当時は市内を流れる川をつなぐ唯一の橋だったため、町の大動脈になりました。全長500メートル以上、幅 9.5 メートルあります。プラハ最古の橋で、1992年に世界遺産に登録されています。橋の両脇には30体の彫像が複数あり、観光客を楽しませています。簡単に有名な彫像をご紹介します。こちらは聖フランシスコ・ザビエル像です。アジアにキリスト教を布教した聖人として立っています。彼が立つ台座を東洋人が支えています。セイアン・デポツキー像です。カレル橋から落とされ、殉教したというボヘミアの守護聖人です。台座のレリーフに触れると幸運になると言われています。私も触って幸運になりたいと思います。橋からはプラハ城やプラハの街並みも楽しむことができます。プラハ城に向かう道中にあるので、街歩きの一環としてぜひ訪れてみてください。カレル橋から歩いて10分ほどの場所には、ジョン・レノンの壁があります。ジョン・レノンが凶弾に倒れた後、追悼のメッセージなどが描かれたのが始まりです。今では写真スポットとして有名です。それでは続いて、プラハ城をご紹介します。カレル橋から歩いて向かえますが、上まで坂道なので、トラムやバスを利用して向かった方が楽だと思います。向かう途中の階段は段数が多く、登るのが大変です。ですが階段の途中からは、プラハの綺麗な街並みを見ることができます。街並みを楽しみながら、登ってみるのもいいかもしれません。こちらがプラハ城の正門です。正午には衛兵交代式が行われます。そちらの様子も後ほどご紹介いたします。プラハ城はギネスブックに現存する最も古くて大きい城として登録されています。9世紀に建造が始まり、今の姿になったのは14世紀頃です。歴代のボヘミア王、神聖ローマ帝国の皇帝が住み、現在は一部が大統領府として使われています。お城といっても、聖ビート大聖堂、聖イジー教会、9王宮、黄金の小道など複数の施設で構成されています。なので、それぞれにチケットが必要ですので、注意が必要です。中にあるチケットセンターでまとめて販売しています。値段は350コルナで2000円前後です。先ほどの正門脇から中に入ると、広い中庭に出ます。中庭を通り過ぎると、
目の前に聖ビート大聖堂があります。王の戴冠式などが行われていました。建設当初はロマネスク様式でしたが、その後ゴシック様式とネオゴシック様式の修繕が加えられ、複数の建築様式を見ることができます。かなり大きく圧倒されます。外観にも綺麗な壁画が描かれていました。それでは中に入ってみたいと思います。中も荘厳な作りになっています。かなり見応えがありますね。美しいステンドグラス、壁画、装飾品などを見ることができます。チェコ生まれの有名画家、ミュシャが描いたステンドグラスもあるそうです。守護聖人、セイヤン・ネポムツキーのモニュメントもありました。ネポムツキーは先ほどご紹介したカレル橋で触ると幸せになれると言われるあの人です。ぜひ中にも入って荘厳な雰囲気を味わってみてください。先ほどの正門前の広場では衛兵交代式の準備が行われています。毎日12時に行われますが、11時30分頃はまだほとんど見物客はいませんでした。プラハ城の衛兵交代式は全てを見れる位置は残念ながらありません。衛兵交代式は地図の1番と記載のある広場で行われます。正門の横、中庭の横、向かって左側の柵越しどちらかが良いと思います。正門の横は衛兵が入れ替わるところを見られます。柵越しの方が衛兵交代式を正面で見れます。中庭の横は衛兵が行進するのを真横で見ることができます。衛兵交代式は15分ほどあるので一部をお届けしたいと思います。それでは見てみましょう。
すごい迫力でしたね。演奏も予想以上にしっかり行われていました。ぜひプラハ城を訪れた際は見てみてください。プラハ城の中には他にも聖イジー教会などがあります。ここはこじんまりしていて、聖ビード大聖堂に比べると物足りなさを感じましたね。黄金の小道ではかつて使用されていた武器や鎧、生活の一部を見ることができます。建物の中は細い通路でつながっています。展示品は迫力がありますね。作家のカフカがかつて住んでいた家もありました。今はお土産売り場になっています。9王宮では王座などを見ることができます。ただこちらも展示物としては少ない印象です。見どころがたくさんあるプラハ城は足早に見学しても2時間から3時間はかかりそうです。細かい説明などを聞くと半日以上かかってしまうかもしれませんね。ただ綺麗な街並みを見れたり、長い歴史を感じることができる施設です。ぜひ訪れてみてください。続いて、ストラホフ修道院図書館をご紹介します。プラハ城近くの修道院ですが、図書館が綺麗なことで有名です。チケットセンターで入場チケットを購入します。値段は200コルナです。以前は写真を撮るのに別チケットが必要だったのですが、今は入場チケットに含まれるそうです。当時の貴重な資料も展示されています。こちらが本を所蔵している哲学の間です。とても綺麗ですね。中には入れず、入り口から眺めることができます。こちらは天井の彫刻アートが綺麗な神学の間が有名です。彫刻が本当に綺麗ですね。思っていたより部屋が薄暗かったですが、一度は見てみたい光景です。続いては旧市庁舎と旧市街です。綺麗な街並みやお土産、飲食店を見ることができます。中でも旧市庁舎の天文時計が有名です。1時間に1回、からくり時計が動き出します。制作は1410年なので、600年以上前と思うとすごいですね。ただ思った以上に盛り上がりもなく、すぐに終わってしまいました。塔の中は登ることもできます。値段は2800円ほどしたので、少しお高めですね。階段で上まで登ることができます。エレベーターはまさかの有料でした。外はプラハの綺麗な街並みが広がっていました。世界に誇るプラハの街並みを一望できるのは壮観ですね。先ほどの広場もよく見えますね。プラハ城もよく見ることができます。とても綺麗な街並みです。気になる方は塔の上も楽しんでみてください。旧広場は広々しており、モニュメントも多くあります。ウェディングドレスで写真撮影などもしていました。旧市街の裏路地には多くのお店があります。こちらの黒い聖母の家ではカフェやショップなどが入っています。こちらは15世紀後半に建てられたゴシック様式の火薬塔です。当時の建物を今でも見れるのは歴史を感じますね。カフカの生家もありました。カフカはプラハ出身のため、
街の至る所で痕跡を見ることができます。近くにはハベルスカー市場という市場もあります。ここでは新鮮なフルーツや食材、お土産などを購入することができます。ガイドブックには7時からオープンしていると記載していましたが、10時頃から多くの店が開き始めました。お土産は民芸品などが多かったです。旧市庁舎の近くにあるので寄ってみてください。それではプラハのおすすめレストランをご紹介したいと思います。まずご紹介するのは、先ほどご紹介したストラホフ修道院図書館の隣にあるクラシュテルニ・ピボバル・ストラフです。ここは600年以上続く醸造所です。チェコでは醸造所とレストランが一緒に営業している場所が多くあります。かなり人気のお店で、平日の昼間からかなり混んでいました。値段は少し高めですが、一般的なレストランと同じくらいでした。ビールの種類が豊富にありました。どれが良いかわからなかったので、店員さんのおすすめを頼みました。フルーティーな味わいで、とても飲みやすかったです。料理を注文するとパンも提供されました。3種類あり、量も多いですね。チェコはビールの消費量が世界一位です。そのため、昼間からビールを飲んでいる人も多くいますね。男性はお腹が出ている人が多い気がしました。ビール好きが影響しているのかもしれません。こちらが料理です。チェコ名物料理のタタラークと呼ばれるビーフタルタルと、この店名物のビール漬けスペアリブです。ビーフタルタルはパンに生のニンニクをこすりつけ、そこにビーフタルタルをつけて食べます。チェコではどのお店にもあるポピュラーな料理です。チェコは内陸国なので、魚より肉料理が有名です。味はとても美味しいです。タルタルとカリカリのパンがよく合います。私は好きだったので、いろんな店で注文してしまいました。スペアリブも柔らかく、とても美味しかったです。見た目はかなり大きかったので、食べきれるか心配でしたが、骨が多かったので量はちょうど良かったです。レストランでは基本的にクレジットカードが使えるので、現金がなくても安心です。別動画で海外でおすすめのカードもご紹介したいと思います。チェコはチップの金額を自分で指定します。目の前で店員さんに聞かれるので少し選びにくいですね。だいたい料理代金の 5% から 10% が相場らしいです。お値段はビール2杯とこの料理で917コルナでした。少しお高めのランチでしたね。ですが味は抜群に美味しく、店員さんも優しかったのでおすすめです。観光ついでにも来やすい場所なので、ぜひ訪れてみてください。続いてご紹介するのはコズロブナです。コゼルというビールを提供している会社が運営している直営レストランです。コゼルは黒ビールで、チェコでも広く親しまれています。コズロブナは複数店舗あり、今回は旧市街近くにあるコズロブナをご紹介します。中はかなり広々していました。店員さんもかなり気さくで、話しやすかったです。店員さんにおすすめのビールを頼んだら、コゼルのビールをいただきました。とても美味しかったですね。スーパーでも瓶ビールで買えるようなので、ぜひ購入してみてください。メニューは多言語で書かれていました。とても見やすくなっていたので、選びやすかったです。今回はスビチコバーとハニーポテト、サラダを注文しました。スビチコバーは根菜クリームソースをパンや牛肉などにかけて食べます。一緒にジャムや生クリームがついているのが一般的です。お店によっていろんなパターンがあるみたいですね。味はソースとパンやお肉があって、とても美味しかったです。味の表現は難しいですが、特に癖もなく、万人が食べれる味だなと思います。強いて言うなら、思ったより薄味かもしれません。ただそのおかげで、
飽きることなく食べることができます。ビール2杯を飲んで647コルナだったので、お値段もリーズナブルですね。料理はどれも美味しいので、ぜひ足を運んでみてください。続いてご紹介するのは、カンティーナです。元銀行を改装して作られたレストランです。地元の方も多く訪れる人気レストランです。元銀行だけあって、建物の作りが独特ですね。注文表を使って精算を行います。カウンターで注文すると、注文表に注文内容を記載してくれます。これをレジに持っていくと精算ができます。付け合わせなども好きなものを選ぶことができます。こちらが今回注文した料理です。タルタルステーキと肉のカルパッチョです。こちらのタタラークは生卵が乗っていなかったですね。名物の肉のカルパッチョです。チェコ料理として有名で、各レストランで食べれますが、ここのお店のカルパッチョは特におすすめです。昼間からビールを飲むのが普通なので、気軽に飲めますね。ここはランチ営業しかしていないようです。ビジネスマンのような方を多く見ますが、少なからずビールを飲まれていますね。カルパッチョは胡椒やオリーブオイルなどの簡単な味付けですが、とても美味しかったです。チェコに来たら必ず食べていただきたい一品です。ここからはカフェなどをご紹介したいと思います。最初にご紹介するのは、カフカも通っていた名店、カフェルーブルです。1902年にオープンしてから昔ながらの伝統を守り続けており、今でも多くの著名人が訪れているそうです。カフェですが、メニューは食事メニューもあり、ここで食事を済ませるのもいいと思います。私もオリジナルカフェラテを注文しましたが、ルーブルのマークがあり、おしゃれでした。伝統的なカフェはジャケットが必要だったり、サンダル NG などがあるので注意が必要です。ルーブルはジャケットなしでも入店できました。店員さんも気さくで入りやすかったので、ぜひ訪れてみてください。続いては世界で一番美しい眺めのスターバックスです。場所は先ほどご紹介したプラハ城正門のすぐそばにあります。プラハの街並みを一望することができます。ここは一番上がテラス席になっており、下に降りて注文します。階段はかなり急なので注意が必要ですね。店内は思ったより広々していますが、景色が綺麗に見れるのは上のテラス席だけですね。プラハ城で疲れた際に、綺麗な景色を見ながらゆっくりするのもいいと思います。値段は日本と同じか少し高いくらいでした。先ほどもお伝えしましたが、伝統的なカフェの場合、入店拒否などがよくあります。スマートカジュアルな服装はあった方がいいと思います。スタバなどはそういったことを気にせず利用できるのでいいですね。続いて、チェコの伝統的なデザート、トゥルデルニークです。小麦粉の生地を焼いて、シナモンや砂糖の上でたっぷりと転がして味付けしたパンのようなお菓子です。近年はその上にアイスクリームを乗せて食べます。トゥルデルニークのお店はプラハのあちこちにありました。特に旧市街の周りには多くあると思います。パンも目の前で焼いてくれます。日本のコルネのようですね。思っていたよりパンが大きいですね。アイスの量も多く、とてもボリュームがあります。正直、一人では食べきれない量でした。人によるかもしれませんが、二人でも食べるのが大変でした。注文する際は、量を考慮して注文してみてください。お店によってはクリームやトッピングも乗せられるので試してみてください。それでは今回のプラハ観光いかがだったでしょうか。ビール、美味しい料理、素敵な街並みなど、見どころが盛りだくさんの街でしたね。ぜひ人生で一度は訪れてみてください。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。
さようなら。